15世紀末にヨーロッパからの移住者がやってくるまでに1万年もの間、そこには後にアメリカン・インディアンと呼ばれることになる先住民が住んでいました。そもそもアメリカ大陸への人々の移住がどう始まったのかに定説はないのですが、2万年以上前の氷河期に海面の水位が下がり、陸続きだったシベリアとアラスカの間を渡ってアジア方面からアメリカ大陸へやってきたと考えられています。長い間彼らは狩猟採集を行っていましたが、紀元前数千年頃になると徐々に平等な社会構造から階層化が進んでいきました。階層社会が形成された頃の代表的な遺跡にカホキアというものがあります。これは1100年から1300年頃に栄えたミシシッピ文明において建設されたもので、日本でいうと鎌倉幕府ができた時代頃です。他にも様々な文化があったのですが、アメリカ大陸は広大であり、その特徴も一概に説明できるものではありません。例えばアラスカの海岸エリアではエスキモーの祖先がサケやマス、アザラシなどの狩猟を行い、ハスキー犬が引くソリに乗ってイグルーという雪のドームに住んでいました。シエラネバダ山脈とロッキー山脈の位置するエリアには小型動物やサケを食べる部族の人々が住んでいたし、南西部にはプエブロインディアンがメサベルデという集合住宅を作っていました。いずれにしてもアメリカ大陸において1万年ほど続いてきた先住民たちの歴史は、ヨーロッパ人の到来によって劇的な変貌を遂げていくのでした。最初は名前さえなかったので、ここは新世界と呼ばれました。ここへの移住を考える人々にとって、この大陸は何もないからこそ無限の可能性を秘める空想の世界でした。アメリカはこの長い人類史において初めて何もないところから人間の手で作り出された人工国家でした。ところで宗教改革を起こしたマルティン・ルターは何がすごいのでしょうか。彼は1517年、腐敗したローマカトリック教会が食有上でお金儲けしている現状を批判し、印刷技術によってこの告発が一気に広まっていきました。しかし宗教改革の本質はここにはありません。ルターの考えが革命的だったのには2つの理由があります。1つ目は、聖職者にも神やイエスにも真実に接する特別な権利はなく、キリスト教徒は聖書さえ読めればいい、信者一人一人が司祭なのだというものです。印刷技術の普及も相まって、ルターはそれまで一部の人に独占されていた宗教的権利を一般大衆に譲り渡し、個人の自由を決定的に広めました。2つ目が、聖書に書かれた超自然的な物語を信じ込むことこそが立派なキリスト教徒になる唯一の条件だと考えたことです。つまり信じることが大切だということです。この2つの教えは言うまでもなくアメリカという国の本質的な基盤になりました。アメリカは個人の自由を重んじる国です。そして最もアメリカらしさを体現する人物の一人、ウォルト・ディズニーはこう言いました。夢は叶うと信じ続ければ全ての夢は必ず実現できる。いつだって忘れないでほしい。すべて一匹のネズミから始まったということを。1607年、アメリカに初めてできた植民地はジェームズタウンといい、これを建設したイギリス人の一行にはジョン・スミスという男がいました。ディズニー映画ポカホンタスには彼が登場し、2人が恋に落ちるという筋書きになっていますが、これは真実ではありません。さらに1620年にはメイフラワー号に乗ったピルグリム・ファーザーズという人々がプリマス植民地を築きます。彼らピューリタンはイギリス国教会に反発し、信仰の自由を求めて新世界を目指していました。植民地建設の主役になっていったピューリタンがいかにアメリカ的なものへ影響を与えているかが伺える記述を紹介しましょう。一般にプロテスタントの思想といえば、金儲けや資本主義を推進するのに都合のいい理由を与えた点が強調される。例えば勤労は神を称える行為であり、成功は神の恵みの証だと。しかしアメリカでは別の面が重要で永久的な影響を与えた。それは超自然的な現実認識、あるいは虚偽の現実認識を新たに考え出し、それを熱狂的な確信を持って信じるのを認めることだ。1492年、コロンブス一行が新世界に到着しました。さらにスペインはアステカ帝国を滅ぼし、インカ帝国を滅ぼすなど、中南米に急速に影響力を伸ばしていきました。スペインは植民地から得た富でヨーロッパにおける最強国家へと変貌を遂げたのです。これがイギリスを刺激し、
先ほど触れたジェームズタウンを中心とするバージニア植民地やプリマス植民地などが築かれ始めるわけです。この植民活動を成功に導いた一つの要因がタバコ栽培でした。ウォルト・ディズニーは指が黄色くなるほどの重度のヘビースモーカーとして知られています。タバコ栽培のために最初は白人の年季奉公人が働かされますが、17世紀末頃には黒人奴隷が運ばれ酷使されるようになりました。こうして次々に植民地が建設されていきます。一例を挙げると1620年代にオランダがニューネーデルラント植民地を建設しました。しかし1664年にイギリスがここを占拠し、チャールズ2世の弟ヨーク公が領主になったことでニューヨーク植民地へと変わりました。そんな中で無視できないのが先住民と入植者の対立です。最初は共存しようとしていたのですが、やがて対立は激しくなり、入植者にとって先住民からの襲撃や厳しい自然環境は恐ろしい脅威でした。しかしコロンブス以来持ち込まれた疫病によって先住民の数は減少しており、入植者の方が優勢だったと言えます。こういった事情はあったものの、この新世界へ移住してくる人はどんどんと増え、1770年には人口が250万人に達していました。これに伴い経済活動が活発になり、富裕層が政治的権威と権力を手にするとともに、社会の中で格差も拡大していったのです。さらには黒人奴隷の人口は1770年に50万人ほどにも上り、その多くは南部の農園で働かされていました。他にもイギリス人だけではなく、オランダ人、フランス人、スペイン人、アイルランド人、ドイツ人などが移住してきたため、この時点ですでに今にまで続く多様なバックグラウンドを持った人々の集まりというアメリカ像は出来上がっていたと言えるかもしれません。そしてそれだからこそ植民地間の政治的対立もまた始まっていました。1750年頃のアメリカの情勢はこのようになっています。東側にいわゆるイギリスの13植民地、中央に広大なフランスの植民地、そしてスペイン領のフロリダ、ニューメキシコ、カリフォルニアです。この地図を見てもわかるように、この頃イギリスとフランスは世界中で戦争を行っていました。そして多くの植民地人はイギリス側に加担し、フランスを打ち破るたびに自分ごとのように熱狂しました。特にカナダからフランスを撤退させた7年戦争を受けて、ベンジャミン・フランクリンも我々はイギリス人だと言ったといいます。このような情勢において、アメリカにいる人々はイギリス文化に対して憧れに似た感情を覚え、経済的にも相互依存関係になっていきます。ジョン・アダムズやジョージ・ワシントンがイギリスで流行った商品を熱烈に買い集めたという話もあります。つまりアメリカ大陸の中にはこういったイギリス化という現象を通して、くしくも共通の文化的基盤が育っていくことになるのです。そしてそれとともにイギリスに憧れている子供、アメリカの親離れの時も刻一刻と近づいているのでした。アメリカ独立革命は1763年にパリ条約によって大英帝国がその覇権時代の幕を開けてから1783年にパリ条約でアメリカの独立を承認するまでの20年間を指す言葉です。さらに1773年のボストン茶会事件でこの20年はきれいに二分されます。その後の5年で合衆国憲法を制定、批准し正式にアメリカが誕生するのです。きっかけはフランスの脅威が去ったことにより、イギリス本国が植民地への締め付けを強めたことでした。強まる課税の中でも大きなきっかけになったのが印紙法です。とにかくあらゆる紙に印刷するたびに税金を徴収しますという内容で、アメリカからイギリス本国議会に代表者を誰も送っていないのに、そこでこんな理不尽な課税が決められたことへの不満が高まります。これが代表なくして課税なしの意味です。茶税以外の法律は結果的に撤廃されるのですが、1773年にイギリス本国議会は茶法を制定します。これを受けてボストンで植民地人たちが東インド会社の茶箱を海に投じたのです。これがボストン茶会事件ですが、これに激怒した本国議会は強圧的な法律を通してきます。それを受けて12植民地の代表がフィラデルフィアに集まり、イギリスを批判する宣言を出しました。すでにパトリック・ヘンリーが言った自由か力ずんばしよという言葉は現実になろうとしていたのです。1775年、マサチューセッツ植民地で起きたレキシントン・コンコードの戦いによって独立戦争の火蓋が切って落とされました。第二次大陸会議が開催され、
ジョージ・ワシントンが大陸軍の総司令官に任命されました。とはいえ、独立すべきかどうかについて植民地側の人々の考えはまとまっていませんでした。そんな中、人々に衝撃を与えたのがトマス・ペインのコモンセンスという小冊子です。簡単に内容を言うと、野獣であっても我が子を貪り食おうとしないのにイギリスは大陸を絞り取っている。これはおかしい。惑星よりも大きい衛星などというのはおかしい。イギリスのような小さい国が広大な大陸を支配しているというのは自然の断りに反している。つまりアメリカが独立するのは当たり前ということです。こうして独立への世論が一気に形成されていきました。そんな中、独立宣言が出され、連合規約ではユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカという名称が定められました。イギリスとの戦闘においてもサラトガで勝利。プロイセンからはシュトイベン、フランスからはラファイエット、ポーランドからコシューシコなど義勇兵が集まり、外交的にもオランダがアメリカ独立を認め、ロシアのエカチェリーナ2世は武装中立同盟を提唱。こうしてイギリスは外交的にも孤立していきました。1781年にはヨークタウンの戦いでアメリカ側が大勝利を収め、1783年にパリ条約が締結されました。アメリカの独立が認められるとともに、ミシシッピ川以東の領土をイギリスから譲り受けました。1787年からは憲法制定会議が開かれ、4ヶ月の時を経て、1788年には憲法が発効しました。1789年、第1回連邦会議が行われ、大統領は満場一致でワシントン、副大統領はジョン・アダムズになりました。さらにここで権利の焦点が制定されます。これは憲法の中の人権保障部分の呼び名のことで、武器を持つ権利や信仰の自由などが定められました。この武器を持つ権利は、厳しい自然の中西部開拓をする中で、自分と家族の命は自分で守ってきたという歴史的記憶が背景にあります。そして同じ年に起きたフランス革命は、生まれたてのアメリカ内部の対立を浮き彫りにしました。ジェファソンやマディソンを中心とする共和派は、1778年に結ばれた米仏同盟を有効だと考え、ハミルトンを中心とする連邦派は、国王の死去に伴って同盟は消滅したと考えました。結果、ワシントンは中立を選ぶのですが、翌年イギリスと J 条約を結んで、イギリスに肩入れしていく結果となったので、国内から厳しい批判を受けます。また、ハミルトンは国内のウイスキーに対して課税することを決定したので、国内の農民は反発し、彼らは共和派の支持基盤となっていきました。1797年、2代目には連邦派のジョン・アダムズ、副大統領には共和派のジェファソンが当選し、フランス革命下での複雑な外交の舵取りを迫られます。フランスでナポレオンの帝政ができた頃、アメリカはフランスと戦争状態になり、それと同時に革命の混乱を免れたフランス人を移民として受け入れていきました。しかし政府の連邦派は移民を恐れる共和派の勢力拡大を抑えるために外国人法、適正外国人法を制定、危険分子とみなされた外国人を退去させたり、投獄することを取り決めました。1800年、大統領選挙が近づくと、これまでの連邦派の政策に不満が高まっていき、共和派のジェファソンとアーロン・バーが勝利して、共和派への政権交代が行われました。どっちが大統領かで揉めたので憲法が修正され、あらかじめ大統領がどちらか決めておくことになり、今回はジェファソンが大統領になりました。この頃、首都がワシントンに遷都されています。ジェファソンは消費税や外国人受け入れに関する法律を次々に廃止し、軍備も縮小させようとしました。さらにこの時期に領土も一気に拡大することとなります。この広大なエリアは1800年にスペインからフランスに割譲されており、ジェファソンは大きな危機感を抱きました。とりあえずアメリカにとって重要になるミシシッピ河口部のニューオーリンズだけはフランスから買い取ろうとしました。そんな中で意外なことが起きます。なんとこの広大なエリアを売るとナポレオンが打診してきたのです。というのもフランスにとってこのエリアはハイチのサンドマングを中心にしたフランス植民地帝国を築こうとする思いでフランスが手に入れた場所でした。しかし1804年、フランスの抑圧も虚しく、ハイチがハイチ革命を経て独立してしまいます。こうしてフランスにとって広大なルイジアナは無価値となり、戦費調達もしたかったため、アメリカに売却ということになったのでした。ウォルト・ディズニーはニューオーリンズを手に入れたこの年を歴史的な転換点と捉えていました。これを機にアメリカは領土を2倍にし、大国への道を駆け上っていくからです。実際アメリカのディズニーランドには、ニューオーリンズスクエアというエリアがあります。
またニューオーリンズを舞台にした映画プリンセスと魔法のキスではディズニー初の黒人プリンセスが話題を呼びました。というのもニューオーリンズには奴隷制の歴史があり、壮絶な差別が続いた場所でもあるからです。ジャズもこの場所で生まれたと言われていて、実際プリンセスと魔法のキスの挿入歌の多くはジャズ風です。さらにルイジアナ州といえばニューオーリンズ料理を提供するブルーバイユーレストランです。東京ディズニーランドやアナハイムのニューオーリンズを模したエリアにあるおしゃれなレストランで、近くにはカリブの海賊のアトラクションがあります。バイユーとは南部にある流れの緩やかな小川のことで、その先にはメキシコ湾、そしてカリブ海が広がっているわけで、この辺りもディズニーの作り込みの細かさです。1809年、共和派のマディソンが大統領になると、徐々にイギリスと関係が悪化していきます。西部でもチェロキー族のように文明化を受け入れる部族がいたものの、白人を排除して伝統的生活を取り戻そうとする動きも活発化し、激しい争いが繰り広げられていました。アメリカの中では先住民とイギリスが共謀しているんじゃないかという噂も広がりました。そして1812年、マディソンはイギリスに宣戦布告を行う法案に署名。米英戦争が勃発しました。1814年にはガン条約が締結されるのですが、その知らせが届く前にイギリスが占領していたニューオーリンズでアンドリュー・ジャクソン将軍がイギリス軍を打ち破り、国民的英雄にのし上がります。彼はディズニーの番組デイビー・クロケットでも主役級のキャラとして登場します。この戦争はヨーロッパを主戦場とするイギリスにとっては消化試合感があり、アメリカも新領土を得られず、首都炎上を許したにもかかわらず、アメリカのナショナリズムを高揚させ、アメリカに大きな影響を与えました。特に重要な点は、これを機にアメリカの国内産業が育ち始めたことです。独立戦争で政治的には独立したものの、経済的には依存したままだったイギリスから経済的にも独立する契機となったのです。イギリスとの戦争が終わると、アパラチア山脈より西への移住が加速し、西部の人口も200万人を超えるまでになります。開拓の最前線であるフロンティアはどんどん西へと進み、それと同時に道路、運河、鉄道などの交通手段が整備されていきます。ウォルトが愛したマーセリンの原風景、そして鉄道が生まれたのです。1807年にはフルトンが蒸気船の実用化に成功。これがなければ蒸気船ウィリーもなかったかもしれません。1817年にはエリー運河が建設され始め、これが成功すると各地で運河建設がブームになっていきました。1837年にはボルティモア・オハイオ鉄道が開通したのを皮切りに、鉄道建設ラッシュが始まりました。これと時を同じくして鉄道事故を起こさないために鉄道同士がタイミングを合わせる必要が出てきたことで、情報通信技術も高度に発達していきます。こうして工業的に様々な面で革命が起きていくのです。北部では綿工業に始まり、様々な製品が製造され、工業化が進む一方で、南部では北部に供給する綿花を提供する綿花プランテーションが拡大していきます。ホイットニーが綿繰機を発明したことで、綿花需要が爆発的に高まり、衰退するかに思われた奴隷制も息を吹き返しました。1817年にモンローが大統領になります。ウィーン体制の下で彼はモンロー主義と呼ばれることになる外交的孤立を解き、ヨーロッパ諸国がアメリカ大陸へ介入することを否定しました。その裏側では先住民の土地を奪い、征服する膨張運動が行われており、これに口出しをさせないという意図もありました。政治体制も整えられていったものの、1820年代に白人の普通選挙が実現するのみで、黒人や女性は排除されていました。1824年にはジョン・クインジー・アダムズ、1828年にはアンドリュー・ジャクソンが大統領になっており、白人男性の普通選挙はジャクソンの時代に実現したものです。19世紀前半のアメリカの領土拡張を見ていきましょう。19世紀頭の時点でのアメリカはこの領域で、1810年頃に西フロリダ、1818年にはこのエリアをイギリスと交換しています。1819年、モンローの頃に東フロリダをスペインから買収し、西部はメキシコとの争いの中で獲得していくことになります。1844年、民主党のジェームズ・ポークがオレゴンとメキシコの領有を唱えて大統領に当選するのですが、その直前に議会がテキサス併合を決定し、メキシコとの武力衝突が確定したので、オレゴンについてはイギリスとの協議の上で国境を確定し、イギリスとの衝突を回避しました。
こうして1846年から米北戦争が始まったのです。1848年には講和条約が締結されて、アメリカはカリフォルニア、ニューメキシコを獲得しました。この土地は当初、大して有用な土地だとは考えられていませんでしたが、講和条約締結直前に金鉱発見のニュースが伝わり、事態は急変。多くの人が一攫千金を狙ってカリフォルニアに集まり、ゴールドラッシュが始まりました。しかし多くの人はアメリカンドリームをつかむことはできず、儲けたのはジーンズを売ったリーバイスやスコップなどの関連用品を売った人だったというのはビジネスの教訓としても有名です。そしてウォルト・ディズニーの祖先がイギリスからアメリカへ移住してきたのもこの時期でした。アメリカは多くの州により構成されていましたが、奴隷制を認めていた奴隷州と奴隷州に反対の自由州が対立していました。1820年以降、奴隷州と自由州は数に差が出ないようにバランスを保っていたのですが、西部への拡大やカリフォルニアの州昇格にあたって、それらが奴隷州になるのかどうかには特に注目が集まりました。1850年には妥協的にカリフォルニアは自由州に、ニューメキシコとユタは住民が決めるというようなことが決められますが、もはや民主党・ホイッグ党の二大政党では、この政治的緊張は何ともならない状態になっていました。そんな中で北部では奴隷制廃止運動が高まり、逃亡奴隷法に激怒したハリエット・ストーはアンクル・トムの小屋という小説で奴隷制のおぞましさを知らしめました。ホイッグ党というのはもともとヘンリー・クレイが創設し、アンドリュー・ジャクソンや民主党に反対するために誕生した政党です。ホイッグ党は奴隷問題に関して賛成派と反対派のバランスを取る中途半端な姿勢を見せていました。そんな中、1854年のカンザス・ネブラスカ法で奴隷制拡大を禁止した過去の決定を否定する条項が盛り込まれていたために、奴隷制反対が多い北部社会に衝撃を与えました。こうしてホイッグ党は支持を失っていき、強硬に奴隷制に反対する共和党が誕生することとなったのです。共和党が誕生した背景には、移民が大量に流入したことによる社会不安や、アメリカ生まれのアメリカ人が移民に対して排外主義の感情を持つようになったことがありました。こうして54年に共和党が誕生し、ホームステッド法で開拓移民の支持を得つつ、白人労働者を味方にしながら政治的基盤を強めていきました。このように過熱していた奴隷問題の行方を決めると思われたのが、1860年の大統領選挙でした。民主党のダグラスと共和党のリンカーンが争い、リンカーンが大統領に就任しました。これが南部に衝撃を与えます。こうして南部の州が次々に離脱を発表し、サウスカロライナ、ミシシッピ、フロリダ、アラバマ、ジョージア、ルイジアナ、テキサスなどが離脱し、アメリカ連合国を結成しました。1861年までにはバージニア、ノースカロライナ、テネシー、アーカンソーがさらに離脱し、この11州が南側となりました。こうしてアメリカ人にとって最も大きな禍根を残すことになる南北戦争が始まるのです。1862年に公布されたかの有名な奴隷解放宣言までの道のりは決して楽なものではありませんでした。北部の支持基盤の中には反黒人感情が渦巻いており、奴隷解放は憲法で保障された私有財産の不可侵を脅かしうるものでした。しかし共和党の急進派が後押しし、奴隷解放予備宣言が公布されました。これにより南北戦争は連邦の分離を元に戻す戦争から奴隷解放という社会的使命を帯びた正義の戦争へと変貌を遂げたのでした。この宣言の歴史的意義は大きく、1863年の奴隷解放令布告を黒人たちは歓喜とともに迎え、戦況も合衆国側に有利に展開していくこととなるのです。さらにゲティスバーグの激戦を制すと、リンカーンはゲティスバーグ演説を行い、翌年大統領に再選されました。この国に神の下で自由の新しい誕生を迎えさせるために、そして人民による人民のための政治を地上から決して絶滅させないために、我々がここで固く決意することである。これは後にウォルト・ディズニーが1964年のニューヨーク万国博覧会に出展したリンカーンの機械人形によるアトラクションで100年後によみがえることになります。南軍のリー将軍の活躍もありましたが、1965年、彼がグラント将軍に降伏して南北戦争は事実上終結したのです。しかしリンカーンはフォード劇場で狂信的な南部出身の白人ブースに狙撃され、この世を去りました。
1865年にリンカーンが副大統領に指名していた南部出身のアンドリュー・ジャクソンが大統領に昇格し、旧南部出身者への寛大な措置を取りました。そのため南部出身の旧支配者たちは黒人取締法を制定します。こういったものに対抗したのが共和党急進派で、1866年には市民権法で黒人の市民権を保障しようとしました。1868年の大統領選挙では、共和党からグラント、民主党からホレイショ・セイモアが立候補しますが、ここで白人至上主義団体の KKK が共和党を支える黒人への妨害行為を激化させます。しかしなんとかグラントが大統領に選ばれます。1871年には KKK 法を制定して KKK を弾圧していきます。その後時代が動くのは1876年の大統領選でした。共和党のラザフォード・ヘイズと民主党のサミュエル・ティルデンが稀に見る接戦となり、これによって大統領は共和党に認める代わりに南部に駐留していた連邦軍を撤退させることと、北部による南部の人種政策への不干渉などを認めさせたのです。こうして北部が南部の再建に干渉する時代が終わり、南部では再び黒人差別を容認する法律や慣習が復活していくのです。そんな南部を描いた映画に南部の歌という作品があります。これは白人少年と黒人リーマスおじさんの話で、ジッパディドゥダージッパディデイという歌で知られています。スプラッシュマウンテンの元ネタにもなっています。しかし黒人団体からの反対を受けて、今では見るのが難しい作品となっています。南北戦争後、ようやく統一したアメリカは全国的な経済的発展への道を歩み始めました。そのすべての土台となったのが鉄道です。1869年にユニオンパシフィックとセントラルパシフィックを結ぶ最初の大陸横断鉄道ができ、1890年までには世界一の工業国へとのし上がりました。国が成長している時代には多くの人が金持ちになる夢を持ちます。このようなアメリカンドリームを体現したのがカーネギーやロックフェラーでした。現実には成功する人はごく一部でしたが、彼らが貧しい境遇から成功した物語は未だに多くの人に影響を与えています。しかし彼らは一度成功すると、その地位を手放さないために新参者の参入を嫌い、企業同士で手を結んで独占状態を作り上げていきました。こういった社会状況において貧富の差は拡大し、貧困層が増え、楽をして利益を得る特権階級への不満が高まる中、社会主義思想も徐々にアメリカで広がっていきました。1880年代には労働騎士団という組織が最盛期を迎え、労働運動を勢いづけました。そして彼らが資本家からの反撃に遭い衰退する中で、1886年末に登場したのがアメリカ労働総同盟でした。農村部でも農民たちが組織化し、政治の世界に飛び込みました。こうして反抗の動きは出てくるものの、基本的にその動きは失敗に終わり、大企業の支配体制の中で生きていくことを余儀なくされました。1898年にアメリカはスペイン植民地キューバに介入を始め、米西戦争が勃発します。これでキューバの独立をスペインに認めさせるとともに、プエルトリコ、グアム、フィリピンを獲得。同時期にハワイも併合し、一気に太平洋を横断して中国市場へ進出する足場を掴んでいったのです。フィリピンは独立しようとしていましたが、アメリカに併合されてしまったので、米菲戦争を起こします。しかしアメリカに敗北したので、支配者がスペインからアメリカに変わっただけでした。こうして中国進出ができると思った頃には、すでに日本やヨーロッパが中国分割を始めており、ここから割り込むのは難しいという状況になっていました。そこで国務長官のジョン・ヘイは、門戸開放宣言を出し、機会均等、中国の領土保全を訴えました。このように領土分割や植民地化ではなく、自由貿易と世界最高の工業力を持って経済的に進出することで他国を出し抜くというのがアメリカの基本方針になっていったのでした。そんな中、1901年にはマッキンリー大統領が暗殺され、セオドア・ローズベルトが大統領に昇格します。彼はカリブ海に対して必要とあらば力ずくで指導をする棍棒外交を展開し、キューバにはプラット条項を認めさせ、事実上保護国化しました。彼は日露戦争のポーツマス条約で日露の間を取り持ったことでも有名で、金子健太郎が彼と大学の同期だったことで実現しました。この時期、アメリカ国内で発生し、現代にまで続くのがアジア人移民です。1882年には増加する中国からの移民を排斥する法律が制定され、
その後流入した日系移民も迫害されました。また同様に東欧や南欧からの移民も新移民として蔑まれ、都市部にはスラム街を形成していきました。こうした状況を改善するための動きの一つがセツルメントハウスでした。代表例はジェイン・アダムズがシカゴで1889年に設立したハルハウスですが、彼女らですら偏見や無理解を根強く持っていました。この問題に加えて噴出するようになるのが女性の権利問題です。1874年には婦人キリスト教禁酒同盟、1890年には全国アメリカ女性参政権協会ができます。南部においては黒人への差別もますます強まっていきました。ジム・クロー法と呼ばれる人種差別体制が出来上がると、白人による黒人へのリンチも増えていきました。この章の締めくくりとして、グレイテストショーマンのモデルになった P.T. バーナムの話に触れておきましょう。彼は1830年頃から巡業師として活動を始め、1850年からはスウェーデンの歌手ジェニー・リンドと150公演を回り、1871年にはブルックリンでバーナムのアメリカ博物館を作り、動物園、サーカス、奇形や奇妙な人たちの要素をごちゃ混ぜにした巡業を行います。映画でもヒゲを生やした女性や親指トム将軍とか狼男とかが登場していました。そして1880年代にバーナム&ベイリーサーカスというサーカス団が誕生し、世界中を巡業して各地で公演を行いました。19世紀末のアメリカの雰囲気が少しつかめる名作映画です。ぜひご覧ください。1908年、タフトが大統領となり、経済力によってアメリカの影響力増大を図るドル外交を推進しました。1912年の大統領選では、民主党のウッドロー・ウィルソンが当選し、彼は中央銀行制度を導入し、独占を取り締まるクレイトン反トラスト法を制定しました。そんな中、世界情勢は大きく動き出していました。1914年7月に始まる第一次世界大戦です。この戦争が長引き始めると、ウィルソンはアメリカ主導での終結を構想し、1917年のドイツによる無制限潜水艦作戦を機に戦争に参戦しました。しかしこの年、ロシア革命で成立したボリシェビキ政権が停戦を呼びかけて終戦の主導権を握ろうとしていたので、これに対抗してウィルソンも14か条の平和原則を発表しました。1919年にはパリで講和会議が開かれ、ウィルソンはここで国際連盟の設立の合意を獲得。しかし共和党の反対があり、アメリカは国際連盟に加盟できませんでした。この戦争の中で女性が様々な職場に進出し、一気に女性の地位が向上しました。しかし戦後のアメリカは混乱していました。そんな中で行われた1920年の大統領選挙では、共和党のハーディングが大統領となり、レッドスケアが市民の間に広まっていきます。1920年のサッコ・バンゼッティ事件で、2人のイタリア系移民が死刑判決を受けたのも、当時の社会不安を分かりやすく反映しています。いずれにせよ、この時期に共産主義の脅威という考え方はアメリカで広く浸透していったのでした。そんな中、保守的な運動も激化していきます。1915年にグリフィス監督が制作した国民の創生では、KKK が英雄視されていて、かなり差別的な映画にもかかわらず、アメリカ人はこの映画に熱狂しました。こういう状況下で KKK は再び急速に会員数を増やしていき、暴動や分離運動が行われていきました。移民に関しても1924年に日本からの移民を全面禁止したことは、日露戦争以降急激に力をつけて脅威になってきた日本への外交政策を象徴しています。ハーディングは1921年からワシントン会議を主催し、戦後の軍縮の流れをリードしていきます。それと同時にソ連の国家承認を拒み続け、ソ連が国際秩序をリードするのを妨げようとしていきました。また経済的にもドーズ案やヤング案を通してヨーロッパへの影響力を強め、ラテンアメリカへの介入もますます強めていきました。1924年には共和党のクーリッジが大統領となり、ますます空前の好景気を享受していきました。戦争の直接的な被害を受けずに再建国になったアメリカの国民はますます豊かになり、フォード、ゼネラル・モーターズ、クライスラーという3社の影響で自動車が一気に普及し、アメリカ人の生活様式を一変させました。高速道路が整備され、自動車を購入した中産階級の人々が郊外に移住し、ショッピングモールが登場してきました。1920年には最初のラジオ局が開設されたことで、人々はドライブ中などにラジオを食い入るように聞き、
冷蔵庫や洗濯機、アイロンといった家電製品は生活をますます豊かにしました。家電製品は家事負担を一気に軽減させ、女性の社会進出を後押しする要因になり、同じ20年には女性参政権が認められています。この年は激動の年でした。禁酒法も成立しているのです。これはアルカポネに代表されるギャングを生み出すとともに、労働者の飲酒の量も実際に減ったといいます。それは娯楽の多様化と深く関わっており、その代表例が映画です。チャーリー・チャップリン、ルドルフ・バレンティノなどの無声映画におけるスターが誕生し、1927年にはジャズシンガーという世界初のトーキー映画が制作されました。1923年には現在のウォルト・ディズニー・スタジオも設立されています。1927年にはチャールズ・リンドバーグが大西洋単独無着陸飛行に成功したことを受けて、ディズニーがプレーン・クレイジーを制作し、1928年に公開しました。そして同じ年、共和党からフーバー大統領が誕生するのですが、そのわずか1年後、大繁栄を謳歌していたアメリカは大恐慌のどん底に突き落とされるのでした。1929年10月24日、ニューヨーク株式市場が暴落し、大恐慌と呼ばれる時期に突入しました。しかしフーバー大統領は有効な手を打てず人気が急落、アメリカ経済も大きな打撃を受け、その影響は世界中へ波及しました。ヨーロッパだけではなく、1931年には満州事変が起き、日米関係が急速に悪化。そんな時代に登場したのが、1933年から45年に亡くなるまで大統領を務めたフランクリン・ローズベルト政権でした。彼はニューディール政策を唱え、ラジオで国民に語りかけることで国民の不安解消に努め、そこから農業調整法、全国産業復興法、連邦緊急救済法、テネシー渓谷開発公社などを次々に制定していきました。さらに公共事業局を設置し、公共事業による雇用の拡大も狙いましたが、効果は限定的だったと言えます。1935年のワグナー法では、労働者の権利を認め、社会保障法などを通してより大きな政府という政府の在り方が形成されていきました。こういった取り組みを受けて、1936年の大統領選でもローズベルトは圧勝しました。対外的にもいくつか変化がありました。まずはソ連との国交樹立です。これには日本の拡大を抑えるとともに、ソ連の市場への進出という狙いがありました。次に互恵通商協定法です。1930年に制定したスムートホーリー法によって、関税が異常なまでに高くなっていて、これが大恐慌を深刻化させたとも言われています。コーデル・ハルの努力によってこれが転換され、互恵通商協定法により関税への規制が多少マシになりました。ディズニーは1933年、3匹の子豚を公開しました。この作品はたちまち大ヒット。特に狼なんて怖くないという歌詞は社会現象になりました。当時の人々にとって狼は大恐慌そのものであり、人々は子豚たちとその歌から不安と恐慌に対抗する勇気をもらったのです。人々が恐慌を恐れていた頃、国際情勢も急速に危機を迎えていました。1933年にはナチス政権がドイツで誕生。1935年にはイタリアのムッソリーニ政権がエチオピアへの侵攻の意思を明確にしました。これを受けてアメリカでは中立法が制定され、イタリアが実際にエチオピアを侵攻しても、ローズベルトは中立法を適用しました。1936年に始まるスペイン内戦にも不介入の立場を取ったのですが、1937年に日中戦争が勃発すると、とうとうローズベルトは対日強硬策を匂わせる演説を行います。しかし具体的な方針を推進することはなく、1937年のパネイ号の誤爆事件においても、日本の謝罪を受け入れ、事態の悪化を回避しました。ただ、アメリカにとって見過ごせない事態は、日本、ドイツ、イタリアといった数軸国が軍事力を持って勢力範囲を広げていくということでした。1938年にはドイツがオーストリアを併合し、チェコスロバキアもミュンヘン会談を経て大半を支配下に置き、さらにポーランドへの関心を表明。そしてとうとうドイツ軍はポーランドへ侵攻。これにて第二次世界大戦の火蓋は切って落とされたのです。1940年、ローズベルトは異例の参戦を果たし、1941年に武器貸与法が厳しい議論の末、議会を通過しました。独ソ戦が開始されると、アメリカはソ連にも大規模な援助を開始していきました。さらに1940年に日独伊三国同盟が結ばれ、
日本が北部仏印進駐を実現すると、1941年には日本人の在米資産の凍結と日本への石油輸出禁止を決めます。そんな中、アメリカは日本に中国からの撤退という強硬な要求を押し付け、真珠湾攻撃が勃発するのです。これでアメリカ世論は湧き上がり、戦争反対ムードだったアメリカは一気に抗日参戦へと突き進んでいくのです。1942年にミッドウェーの海戦に勝利すると、アメリカは日本に対して優位な戦況を維持し、1943年になると戦後体制の構想を始めます。カイロ会談ではチャーチル、蒋介石と、テヘラン会談ではチャーチル、スターリンと顔を合わせ、戦後にアメリカ主導で国際組織が設立されることへの同意を得ました。1944年にはローズベルトが超異例の4期目に入るとともに、プレトンウッズ会議が開かれ、ドルを国際基軸通貨にすること、国際通貨基金の設立などが決定されました。同年にダンバートン・オークス会議が開かれ、国際連合の設立が決定しました。1944年6月にはノルマンディー上陸作戦が開始され、8月にパリを解放、徐々にドイツ軍の占領地を解放していき、東欧が実質的にソ連の支配下に置かれていきました。これを受けて連合国の中にもソ連への不信感が広がり、1945年2月にヤルタ会談が開かれます。この会談後4月にはローズベルトが死去し、トルーマンが大統領に昇格。5月にはヒトラーが命を絶ち、ドイツが降伏。7月にはポツダム会談が開かれ、日本への無条件降伏を要求しました。この会談直前にはアメリカが原爆の製造に成功しており、8月6日に広島に投下、8月9日には長崎へ投下。こうして8月15日に日本は降伏。第二次世界大戦が一応の終結を見たのです。ローズベルトのニューディールで戻らなかった景気は戦争特需で回復していたのですが、戦後には再び失業者が増え、兵士の社会復帰がこれをより深刻化しました。そんな中で戦後世界を決定づける出来事が起きます。1947年、これまでの孤立主義を手放し、ソ連に対するいわば冷戦宣言を発しました。3月に連邦議会で後にトルーマンドクトリンと呼ばれることになる演説を行うのです。彼はアメリカが代表する自由主義体制をソ連が率いる全体主義の呪縛から守り抜くことこそが重要な国策だと述べたのです。こうしていわゆる赤狩りが開始されます。さらに第二次世界大戦がアメリカに与えた影響は、100万人にも及ぶ黒人が軍需企業で雇われたことです。アメリカと自由と民主主義のために戦場や銃後で戦った黒人たちは、そのエネルギーを公民権のための戦いへと移していくことになります。トルーマンもまた人種差別撤廃を目指した諸制度の法制化を促し、フェアディール政策で弱い立場にいる人もアメリカの豊かさを享受できる社会の建設を夢見たのです。1952年にアイゼンハワー大統領が就任すると、彼のもと、アメリカは豊かな時代を迎えていました。ベビーブームが訪れ、郊外住宅都市がより発達し、高速道路網もますます整備されました。さらにはテレビが普及したことで、理想的なアメリカ人の生活は徐々に固定化されていきました。週末にはバーベキューができる芝生がついた郊外の家をローンで買い、朝はケロッグ社のコーンフレーク、インスタントコーヒーを飲み、フォード社の新車でオフィスへ向かい、夕方には家族の待つ我が家へ帰って、家族とテレビを見て楽しむというように。みんな同じであるがゆえの息苦しさ、閉塞感などもまた広がっていったのでした。大衆は生活様式だけではなく、思想的にも反共自由経済というもので確立化していったのですが、それが露骨に表面化したのが1950年代のマッカーシズムでした。1950年には朝鮮戦争が勃発しますが、これは朝鮮を舞台とするソ連とアメリカの代理戦争でした。さらに1950年代に黒人公民系運動も高揚していきます。1955年、ディズニーランドが開園した年には、黒人と白人の人種分離制度が施行されていたモントゴメリーで、バスに乗っていたローザ・パークスがこの分離制度に挑んで逮捕されたことで、黒人市民による大規模な運動が始まりました。1961年にケネディが大統領になると、1960年代をニューフロンティアに例え、これが黒人の運動にさらなる拍車をかけていきます。1963年にはキング牧師が率いたバーミンガム闘争やアラバマ大学事件が起き、1963年8月28日に20万人が参加したワシントン大行進において、キング牧師があの伝説的な演説をします。
こうして黒人公民権運動が最も盛り上がった時と同じ頃、ケネディがダラスで暗殺されてしまったのでした。ケネディ暗殺を受けて、テキサス出身のリンドン・ジョンソンが大統領に昇格し、ケネディが要請していた公民権法の制定を引き継ぎました。そしてついに1964年に公民権法が制定されました。さらにジョンソンは貧困との戦いも重視し、通称反貧困法に署名しました。こういった時代の流れがあったものの、実態は黒人への差別が残っており、アメリカの南部化といえる現象が起きていき、黒人もその不満を溜め込んでいきます。キューバ危機で奇跡的な外交手腕を発揮し、核戦争を止めたケネディの最大の過ちは、ベトナム戦争を始めたことでした。それと同時に国内でも反体制運動やカウンターカルチャーが生まれ、薬を使い、性道徳からの解放を求めたヒッピーがその代表例となりました。1969年にはニクソンが大統領となります。彼は名誉ある撤退といって1973年にベトナム和平協定を結び、ベトナム戦争を終えました。これは実質的には名誉なき撤退でした。こうしてアメリカは超大国としての自己像を変革することを迫られていきました。そんな無力感に包まれた時代に、先住民や女性などマイノリティの人々も権利獲得運動を激化させていき、特に女性の権利獲得運動は目覚ましい進展を見せます。1966年には全米女性機構ができ、1972年には連邦議会が男女平等憲法修正条項を発議しました。さらにニクソンといえばニクソンショックも見逃せません。ドルと金の互換性を廃止し、ブレトンウッズ体制が崩壊し、1973年からは国際通貨体制は実質的に変動相場制へと移行したのです。そしてこの頃、大統領選においてある秘密工作隊が逮捕されます。彼らは民主党本部に盗聴器を仕掛けようとしたのですが、これが次第にニクソンの側近による策略であることが明らかとなっていきました。これがウォーターゲート事件です。こうして1974年、ニクソンはアメリカ史上初めて任期の途中で自ら辞任した大統領となりました。1974年にはフォードが大統領となり、ウォーターゲートによる混乱を抑えようとニクソンに特赦を与えたのですが、これでかえって国内から批判を受け、1977年にはカーター大統領へと交代しました。彼は新しいアメリカより古き良きアメリカを訴え、国民との精神的な絆があることを強調しました。彼は過去の政権が成し得なかった外交的成果も残します。一つが2000年にパナマ運河を完全に返還することを決めたパナマ運河条約で、もう一つがいがみ合っていたエジプトとイスラエルのトップを仲介したキャンプデービッド合意です。ソ連との間でデタント、つまり緊張緩和が進んでいたのですが、1979年にソ連がアフガニスタンに侵攻すると、大祖強硬路線に転じました。1981年には強いアメリカを謳うレーガン大統領が就任します。彼はどんどん軍拡を進め、2期8年の間に国防費を2倍にしました。さらに第三世界において共産主義が広がっているエリアを再び巻き返して自由主義陣営に引き込むという考えのもと、グレナダに侵攻して共産主義政権を打倒しました。しかしあくまでコストもリスクも小さいと思った場所にのみ介入しただけで、レバノン内戦に介入して自爆テロにより大きな被害を受けた時は速やかに撤退しました。こうしてソ連との関係も急激に悪化するのですが、1980年代に事態は急変を迎えます。1985年にミハイル・ゴルバチョフが共産党書記長に就任すると、ペレストロイカという改革を進め、1987年にはレーガン大統領とともに INF 全廃条約に調印したのです。1989年にはブッシュが大統領に就任し、ベルリンの壁が崩壊。1990年には東西ドイツの統一が実現しました。しかしこの年イラクがクウェートに攻め込んだことで、1991年には湾岸戦争が始まります。そしてこの年はソ連が崩壊した年でもあったのです。アメリカの現代史を見ていく上で、話をレーガン大統領から始めてみましょう。1979年、不況でありながら物価上昇が続くスタグフレーションの中、ミルトン・フリードマンの影響を受けて、政府は通貨の供給量に介入を始めました。このやり方は80年代のレーガン大統領に踏襲され、レーガノミクスと呼ばれる経済政策になります。規制を緩和し、減税し、金融市場を拡大させながらも、防衛費には積極的にお金を使うという矛盾をはらみながらも、小さな政府を目指すというものでした。
結果、財政赤字と貿易赤字という双子の赤字は増大し、1985年、プラザ合意が行われました。こうして1988年、レーガンの流れを引き継ぐ形でブッシュが大統領へと就任したのです。歴史家エリザベス・ノートンによると、共和党の支持層は多様化しており、ブルーカラー労働者でレーガン支持のレーガンデモクラット、公民系運動のリベラリズムを拒否する南部の白人、レーガン政権期に政治的に目覚めた20代頃の青年、郊外に暮らし反増税・反政府を志向する人々などの存在が共和党政権の背景にあったといいます。このレーガンからブッシュの時期における経済政策により、国内の格差の拡大が議論されるようになります。これと同時に小さな政府により予算が割かれなくなったことで、税収基盤を失ってスラム化した都市部は雇用機会とともにセーフティーネットを失い、ドラッグやギャングの抗争にさらされました。2000年頃には200万人以上が刑務所、少年院、移民収容施設に入れられており、これが全世界の4分の1に相当します。マイノリティと犯罪を結びつけて考える傾向も移民排斥や差別を助長していきました。ソ連解体を機にポール・ケネディの大国の攻防、フランシス・フクヤマの歴史の終焉、サミュエル・ハンチントンの文明の衝突など、米ソ冷戦終結に関する議論も巻き起こりました。1992年にはスピード違反で止められたアフリカ系アメリカ人のロドニー・キングに対して、警官4人が暴行を加えたという事件で、白人多数の陪審裁判で無罪になります。これを受けてロサンゼルス暴動が発生しました。そしてこの年大統領になったのは民主党のクリントンでした。クリントンの政権では健康保険制度改革を実施しようとしますが、保険業界の反対で不成立に終わるどころか、低所得者に厳しい法案が通っていきました。副大統領のアルバート・ゴアは、情報スーパーハイウェイ構想でインターネットの普及を進める中で、環境問題にも積極的に取り組みました。1993年にはホワイトハウスでオスロ合意が行われ、翌年にはパレスチナ暫定自治政府が成立し、1994年にパラオがアメリカから独立しました。1996年に入ると、クリントンと橋本首相の間で日米首脳会談が行われ、日米同盟という言葉が用いられました。2000年、新しい世紀とともに始まった大統領選は国内に混乱をもたらします。選挙結果が五分五分で、当選まで6週間もかかり、判定が最高裁にまで持ち込まれたのです。結果、ブッシュの息子ジョージ・ W. ブッシュが大統領となりました。イラク戦争への批判があったにもかかわらず、ブッシュは2期目も当選しました。しかしその頃、民主党全国大会でイリノイ州連邦上院議員候補として基調講演をしたある男が注目を集めていました。彼の名はバラク・オバマ。彼の台頭はアメリカ政治における変化の兆しを象徴しているようでした。また2006年、ナンシー・ペロシが史上初の女性下院議長に就任しました。ブッシュ政権は思いやりのある保守主義を標榜し、大幅に減税したり、レーガンが崩した社会福祉の基盤をさらに大きく切り崩していきました。中でもブッシュ期の最大の特徴は、ネオコンサバティズム、通称ネオコンと呼ばれる人々が政権に入り込んだことです。彼らはもともと民主党の中でもベトナム戦争に積極的だった少数派が共和党に合流したところが起源と考えられていて、要するに理想や思想のためなら武力行使も辞さないという考え方を持った人々です。彼らがブッシュ政権を支えました。2001年9月11日には衝撃の事件が起きます。This just in, you're looking at we have a breaking news story to tell you about this out there. That is the World Trade Center. We just unconfirmed reports this morning to explosion. The major 同時多発テロと呼ばれる事件で、2機の旅客機が世界貿易センタービルと国防総省に激突したのです。ブッシュはアルカイダによるテロと断定し、アルカイダをかくまったアフガニスタンに対して空爆を行いました。2002年にはイラク、イラン、北朝鮮を悪の枢軸と非難し、翌年イラクに侵攻しました。And their terrorist allies constitute an axis of evil. 2007年には全ての人がインターネットを持つ社会の到来を象徴的に示す出来事が起きました。それが iPhone の発売です。そして2008年、リーマンブラザーズが崩壊して世界金融危機が起きた年に、バラク・オバマが大統領に就任するのです。彼は史上初めてのアフリカ系アメリカ人大統領で、副大統領がバイデン、国務長官がヒラリー・クリントンでした。オバマ政権の最大の変革は2010年の医療保険改革法です。これが国民皆保険への道を開きました。2011年には完全にイラク戦争から撤退し、
2012年に再選を果たします。しかしこの年にロシアではプーチン政権が誕生し、中国でもシー・ジンピン政権が誕生しました。オバマは任期の終わり頃、日本の安倍晋三総理とともに現職のアメリカ大統領としては初めて広島平和記念公園を訪問しました。そして2016年の大統領選で当選したのが共和党のドナルド・トランプです。実業界で富を築いた彼はメイクアメリカグレートアゲインと唱えて大統領にまでなってしまったのです。彼はメキシコからの移民の規制、パリ協定からの脱退、キム・ジョンウンとの史上初の米朝首脳会談などを実行しつつ、中国との貿易摩擦や人種差別などの問題にも直面しました。しかし最終的にはコロナウイルスへの対応に手こずり、2020年には民主党からバイデン大統領が就任しました。彼はコロナへの対策を実行し、アフガニスタンからの撤兵も決めました。今後のアメリカからも目が離せません。